バカでも稼げる高配当増配株投資。僕の投資をさらに精度を上げるものができるのか、勝手に解説していきます。僕は利回り、毎年 20% 以上で運用していて、投資手法は完成形態で満足しています。分析自体も全く時間をかけていなくて、それはどうしてかっていうと、他の投資系 YouTuber が時間をかけて僕たちに報告をしてくれているから、皆さんが投資して7割の人が負けて損しているようですね。それと同時に、投資 YouTube のようにかっこよく専門用語や資料をたくさん調べたら勝てるのかっていうと、意外と変わらないらしいんですよ。これは投資家の与沢翼さんや他の人もおっしゃっていました。何を言ってるんだ。たくさん情報あった方が精度も高くなるでしょうが。と、反抗期の僕はやっぱりね、実験してやってみたんですよ。確かめました。結果は変わらなかった。業績が好調だからって、絶対に上がるっていうわけじゃなくて、むしろ逆にチャートに織り込まれて高値掴みすることがありました。最終的に僕の投資法は、他人が調べた成果物から有力な銘柄を監視して、機関投資家に便乗する。人間の心理が投資する。つまり、人間の心理を基盤にする投資。これってすごく特殊だと思うんですけど、今時の投資手法ですよね。で、この時点で投資の勝率っていうのは 97% 以上で、利回りは2022年確定申告では 32.002% でした。業績を予想しないシンプルな手法。他の投資家は株購入するときに何を判断材料にしてるのか気になる機会があったので、自分とね、比較してみました。バカでも稼げる高配増配株投資。この人は業績に重点を置いて解説している投資チャンネルで、僕がアラーム Z をしている銘柄もここから参考にしています。いや、実は業績がいいとかそんなところは見てなくて、人間の感情を把握するために話し方や視聴者の反応を見て、最終的に機関投資家がいつ仕掛けて、いつ手放すかを判断するためにチャンネル登録しています。何も知らない、ただ呆然と儲けたい。っていう初心者投資家、稲子、機関投資家は発生させたいんですよね。好材料を出して初心者投資家、稲子として食いついてくるかっていうのをどこで判断しているのか、どこだと思いますか？それは僕たちと同じ、ソーシャルメディアのプラットフォームを使用して情報を得ることが一般的です。なので僕の投資法というのは騙しが効かない数値化された人間の気持ちを参考にしています。YouTube等のプラットフォームでは株価を動かしたい気持ちを確認してるんです。業績を分析するっていうよりも結局チャートを誰がいつ動かしたいのかに直接アプローチした方が勝率も利益も大きくなっていくっていうのが僕はそういう体験がありました。この本を分析するきっかけは勝率が約束された僕の投資法で改良の余地があるか比較して現状より良くなれば実験しこうと思ったから、本の内容をね、否定しても僕の資産が増えないし、人間の無益な嫉妬、こんなことに意味がない。特定の人をバカにはしないし、意識する価値、時間っていうのももったいないから視野にも入れたくない。投資家、高配当、増配株の銘柄の解説しているチャンネルで、僕のチャンネルの進出を向上するために必要なリサーチの対象。で、また、チャンネル登録者が5万人を超えていて本も出版されているのでリスペクトしています。僕より優れた能力をどんどん採用していきます。早速この本の参考になった部分を解説していきます。第1章、高配当投資のメリット、デメリット。日本国民が当たり前と思ってストレスある仕事をしている一方で、株の配当金は不労所得で働かなくても世間体が認められる不思議な人種です。なぜ価値があるかっていうと、お金には人を動かす力があって、定期預金の働いていないお金を株式市場で働かせることで増えて帰ってきます。自分たちが働いてる方が稼げるじゃんって否定する人がね、いました。それは比較するものではないんですよね。ゼロの状態から1を生み出した、賢者の牛を生み出したことがすごくて、給料はその母数、人間1、これは増えないんですよね。これに対してお金は制限がないので、ツイッターで配当金1億円とか見ますよね。これでも投資家をバカにできるのって、配当金をもらいながら働くことができるし、仕事にやりがいを感じなければ辞めるという選択肢が生まれる。人間選択肢を自分で行うことで幸福を感じます。投資はギャンブルだとかね、やったことない人に限って言うんですよね。あなたの労働のみに会社が給料を支払う状態。頭のいい人はね、気づいてくるんです。新人社員ができるっていうことは、誰にでもできて、会社に貢献する利益より少ない給料を受け取っているっていうことにね。これは再生産費って呼ばれたと思う。会社に3000万円売り上げに貢献した社員がいたけど、ボーナスは100万円という営業マンがいた。新人社員の僕からすると羨ましかったし、みんなからもね、すごいなこいつできる営業マンだなって思われたと思いますね。しかし実際の会社の利益が1000万円だとしても、ボーナスが100万円っていうのはね、もし僕たちが個人事業主だったらね、半分の500万円くれたっていいじゃないのっ
っていうことを僕は知らなかったんですよね。まとめいきます。投資金額が100万円とかの少額で配当金の少なさにバカにしてくる人間がいるけど、そんなのは無視して500万、1000万と労働で稼いだお金をね、どんどん積み立てていってください。会社を辞めてもいい選択肢が生まれ、バカにしてきた人たちがね、散歩中で、自分たちが散歩してる時に吠えてくるワンちゃんと同じってことが分かってきます。うわ、なんか犬に吠えられてきたな。なんでこいつこの犬吠えてくるんだって怒りはしないですよ。まあこういう生き物なんだっていう。高配当投資のメリットは不労所得にあるんです。労働と比べるものではなくて、両方兼用することが普通。投資したところで会社員のフルタイム勤務より時間がなくならない。僕は毎日3分から5分くらいの株価を見て生活しています。最近は YouTube で株の解説のために労働はしていますけど趣味です。チャンネル登録者とメンバーシップが集い、オフ会の勉強会ができれば僕は本当に至高の幸せです。第1章、高配当投資のメリットが記されていて僕のストーリーに代入して解説しました。第2章、株価指標の勉強。投資指標で株初心者や投資資金100万円以下の人は絶対勉強すべき項目です。基礎を学んでいるから応用ができるわけで、吹奏楽で楽譜も読めないのにかっこよく演奏っていうのもできないです。早くも受けたい。そういう気持ちはわかるんですけど、二度と復帰できない致命傷にならないように、死なない勉強をするべきです。ちなみに僕は会社の主任給で日産の株を買ってその日に売って1000円負けたのを覚えてます。ボーナスで30万円入ってホンダの株を買って全力投資したので、全力だからね、不安なんですよね、毎日。そういう日々を送りました。ちなみにトヨタの自動車整備士だったんですけど、トヨタ株って8000円したので、高くて買えなかったんですよね。あの時車も持ってなかったし、季節ごとに一人旅行をして集中できる環境で株の研究、理解を深めていきました。一人で勉強するっていうのはなかなかできないことだですもんね。知識と経験が臨界点に達すると、で学んできた音楽をアドリブで演奏するように毎日3分から5分くらいのチェックで利益が出せるようになりました。第2章、株価の指標は基礎なので、僕が普段話していることとあまり変わらないです。参考になる章ではないと僕は思いますね。日本株と米国株の違いについても書かれていて、僕も同感で日本株価いいかな。株価を予想するっていうのも難しいのに、為替とか文化がね、さらに介入してくる。勝率の再現性に乏しいっていうことと、仮に儲かったとしても、非課税制度を利用できないっていうデメリットが多いこと。ちなみに、米国株は日本株の税率 20% にさらに 10%、30% の課税がされるから、利益が同じでも配当の増え方が複利で全然違ってくる。で、第2章で売却するタイミング3パターンっていうのが書かれていて、1、減配に転落した。これは僕も共通の認識で、配当金がなければ時間で利益を生み出すことができないから、カバーすることができないから損切りします。また、僕のように配当金がなくなったら損切りする投資家が多く発生するから株価の下落も起こります。だから絶対に損切りすべき。みんなが思うのが、そんな時間はないっていうことですよね。減配するニュースを僕も読まないので、いつの間にか減配されていたっていうことはよくある。サラリーマンの方でも、仕事で疲れたし、娯楽を楽しみたい、映画見たい、Amazon、Netflix 見たい、ニュースを見ている時間もない。わかります。だから僕はアルゴリズムで自動で損切り設定をすることで時間を生み出しています。減配する要素が少ない。財政が堅牢な企業を買うことを基盤としましょう。2、不正会計、大きなコンプライアンス違反とか不祥事を起こした。3、購入時のシナリオが崩れた時とかあるんですけど、僕の投資法にはそういう無縁のリスクなので割愛。この動画の目標は僕の投資手法にさらに改良点があるか点ですよね。第3章、1分で銘柄を見抜く秘伝の法則12箇条。ここが一番ね、参考になりました。僕の投資精度もね、上がったことでしょう。結論言うと、条件をいくつか設けて基準をクリアできれば、安全に資産運用ができる確率が飛躍的に向上します。価値を確立する投資家っていうのは、この条件がはっきりしているようですね。しかも、教育会社の基本情報から大学で学んだ知識、大学社会人の経験から得意な領域で勝負を挑む領域展開に概念が似てるような気がするな。呪術廻戦の著者も幾重にも及ぶ思考の末。一般的にはゾーンっていう感覚も言われる感覚があるんでしょうね。これを僕は投資の領域展開と名付けます。この著者のバグの高配当チャンネルを分析し、この人の株の領域展開を分析していきましょう。まず一つ、売上が上がっている企業。配当金を配るためには、相応の利益がなければならない。だから売上が安定して推理しているのかっていうのを調べる必要がある。僕がお勧めしているのはバフェットコード。概要欄にリンク載せておきますね。でも動画更新のためにどんどんリンクっていうのは埋もれていくし、ファンサイトにリンクを設ける予定です。はい、二つ目。EPS
が上がっているか。EPS とは1株あたりの純利益のことで、一般的には利益部分が成長を決めます。楽天銀行みたいに株が増資したら分母が増えるので、水増しされて株価が下がる傾向にあるので、楽天銀行みたいに増資する場合は考慮が必要です。とにかく簡単に言うと EPS イコール利益率と言っても差し支えないでしょう。問題は以前より改善したことを確認できればいいので、計算式は人に教えたいときに覚えとけばいいでしょう。小春的補足、工場とか店舗の経費で最終利益は変動するので、無駄遣いしない企業であれば売上の方が重要僕はしますね。重要度で言うなら中、確認はするけど、EPS が低いからといって購入条件からは外さない。EPS がマイナスの場合はさすがに買いませんけど、企業は経費をコントロールできるけど、さすがに利益が赤字っていうのは下手くそする資金のね、下手くそっていうレッテルがつく。そんな企業は望んでないし、つまり予想外のことなので絶対には買っていない条件になります。4、ROE が高い、改善している。ROE は何かって？それは分子が利益で分母に自己投資資金、自己資金で決まり、つまり資金効率のスコアを表しているんです。自己資本を小さくして、自己資金を小さくして、ROE、資金効率をよく見せるっていうことが可能なので、関連企業と比較して大きく逸脱していないか、去年より改善してるかの変化に着目すべきです。変化点に着目する理由はもう一つ、資金効率が低めとか高め、絶対値ではないので、変化の相対値で判断した方が株価の参加者の心理が把握しやすい。はい、5、金が増えているか。ここが一番重要で、一番みんなが認識している項目です。なんでかってそれは分かりやすくて、これを見て安心できるか。それは企業の株主に対する還元の姿勢だから。儲けてる企業でも配当金を出さないとか、利回りが低い企業ってたくさんあるじゃないですか。利回り還元の姿勢が実績で確認できて、コロナショックでも減配していなければ、なおいい売上に影響がなかった。または財源に余裕があることが一般的に予想できるから。だから僕のチェックの重要度はレベルが高い。いつも必ず取り上げてる項目ですよね。はい、6番。無理してお金配ってないか。配当性思考。儲けの 30% から 40% が許容限度です。成熟企業で成長しない。工場の建設もしない。だから 60% くらいまで原価率が低い会社とかだったら 60% でもいいでしょう。自動車産業で常に開発と工場の建設が必要だったら 40% が限度です。20% 以下だったら逆に株主への還元の意識が低いんじゃないかなっていう認識になります。限度を超えた配当性思考は減配のリスクを考慮しましょう。僕は別に配当性思考が 100% でもアルゴリズムを起動させておけばリスクは低くコントロールできると思ってます。7、自己資本比率が安定しているかどうか。長期で投資をするんだったら財務の健全を確認する。自己資本比率って何？ご存知ですか？それは会社の資産から負債を差し引いた自己資本の比率、つまり借金がないかっていうことです。高配当銘柄でこの2つもね、比較していきましょう。KDDI は自己資本比率 43% と合格ラインズです。一方で銀行業界では自己資本比率が非常に低い。じゃあダメなのか？いや、そういうことではないんです。業界によって基準値が大きく異なることが書かれていて、銀行の場合、定期預金をはじめとしたお金を預けるっていう時点で、お金をお客様に返さなければいけないっていう負債と分類されるため、自己資本より借金として数字が大きくなるから。そう。実は今回僕は初めてこのことを知りました。これだけでこの本を購入した1600円の本要約に時間を費やしたリターンがありましたね。よかったよかった。40% が合格ラインで、60% が堅牢、80% が不老不死と一律に認識しました。やっぱり勉強するほど投資の勝率は上がっていくから楽しい。で、僕は仮説を立てました。銀行は負債が現金で流動性が高く純資産に似た性質になる。一方で不動産はリーマンショックなど物件の価値が暴落した場合、資産が減り、借り入れたお金は変わらないから、資金繰りが悪化すれば自己資本比率が低い不動産やレンタル企業っていうのは倒産のリスクが非常に高くなるのかな。だから自前の資金で物件を購入して自己資本比率を高く維持することに徹するべき。またはその指標を投資家に判断されている。今回僕の投資の精度がまた向上して嬉しいなという状況。8番、現金が増えている。ゲームプレイでいう体力ゲージに相当します。この項目は現在の体力で配当金を何年支払うことができるかっていう KDDI の現金で考察してみましょう。現金が4802億円。配当金に毎年2930億円
そうすると、1.6 年間の体力になります。現金が多いほど優秀な銘柄でしょ？いや、僕はそう思わないです。このように KDDI は体力 1.6 年分は多くはないですよね、意外と。一方で、営業収益拡大のために技術開発や新規店舗の出店かな投資も積極的に行っているため、資産も効率よく運用できているっていうのがわかります。これは営業利益から確認しないとわからないことなんで、投資初心者は見てもわからないし、僕も普段見ません。理由は決算単身の現金の確認は地味で、投資家の心理にもあまり影響しないから。結論、配当金が支払える体力があるか、配当実績の補正資料として使用するぐらいですよね。ちなみに決算単身の確認方法はバフェットコード IR 資料の決算単身っていうところに記載があります。これもね、リンク概要欄に貼っておくので、見た方が勉強になります。はい、9番。配当利回り、推移で割安、割高かを判断する。高配当でも購入タイミングを誤れば、致命的な損を生じます。いかに正しいタイミングでエントリーできるかが重要になる。この方法は僕も採用していて、なぜなら、グラフの上か下かの単純明快だから。この例の場合は 3.1 から 3.4% のレンジ相場。以前購入を検討して業績も財務も配当金も実績も全部クリアしているんだったら、グラフは割安になったら戦いを仕掛けましょう。ここまで分析してエントリーする。万が一株価が下落することは、株価が下落しても情報分析のせいではないです。僕たちは十分に分析している。これ以上はプラシーボ。偽薬。単に確率の問題で改善する方法は、保有株を多くすれば 50% 以上の勝率に近づきます。僕の損金の金額、全体の 3%、つまり利益率 97% と意外と驚異的。アルゴリズムで気持ちに左右されない完璧な監視、リスクを極限に抑えたエントリーで実現しています。確率はいいんだけど、僕の資産はね、700万円でもっと攻めてもよかったような気がします。しかし、あさってもいけないから、手法を研究して確実に負けないことにします。恐怖は足をすくませ、欲望は目を曇らせる。10、PER、PBR の指標で見分ける。はい。これは何か、それはね、PER とは利益、PBR とは資産規模っていうイメージでいいでしょう。PER は15倍が基準値となり、PBR は1倍が基準になります。僕もこの指標は確認はするけど結論、この指標は精度がめちゃくちゃ悪い。著者は変化率で買いを判断すべきと述べています。なんかここまで調べると、どれが優先順位高いか、どれを調べたらいいかわかりませんよね。すべての情報から判断するには、やはり経験や精神力が絶対問われてきます。PR とか指標は最たる例で人間の興奮具合って言ってもいいですよ。どの投資教科書にも書かれていませんから、心理学と行動経済学の経験が必要になります。この指標は基準値より大きく逸脱していないか、業績に連動してるかとかを確認して、購入判断には補正程度として僕は捉えています。ほら、東京ディズニーランドは夢を与えてくれるから人間が興奮しやすく冷めない。だから PR102 倍でも上昇していってるんです。11番、企業としての強みがあるか、将来性を感じるかどうか。著者は企業の IR ページには注意すると書かれているんですけど、自分の強みをね、会社が書いていないこともあったり、めんどくさいじゃないですか。中期計画書を読む。めんどくさい、普通に。なんで人間はめんどくさいって感じるんでしょうか？それは意味のない行動をするときに生じる感情です。生きるということと関係しないことは100年前だったら死に直結しますからね。なので仕事をやりがいに感じ、ニートの何のしない時間もね、退屈って感じて思う。つまり僕はこの手法はやらないし好きじゃない。そう、この本の解説というよりは投資手法のさらなる効率化を目指すもの、純粋に研究です。強いて言うんだったら、この僕の場合は指揮法に書いてあるのを読んでやって、例えばこれ、ホンダ技研っていうのを調べると、バイクはホンダに乗ってるから調べたら、この会社は二輪業界では世界トップって書かれてるんですよね。もし、指揮法に記載がなければ、大したシェアじゃない、大したことじゃないって割り切ってます。10番、最後ですね。業種に偏りがないか。複数の銘柄を保有したからもうリスク分散しちゃった。やった、俺完璧と勘違いする初心者いそうですよね。この図は適当に拾ってきた見本。自動車業界だったら、トヨタ、ホンダ、三菱、日産、マツダ、スバルとか、全部揃えたとしたやばそうですよね。業界単位で同じ動きをすることが、特に暴落時は起こるので、アルゴリズムで瞬間離脱できるか、もしくは業種別に分散が基本となります。僕は、基本愛着がある銘柄しか買いませんけど、リスク分散は最低限意識しているので、一つの業界に全資産の 30% 以上にならないように気をつけています。はい、ここまでお疲れ様でした。いや、まだまだ続きますよ。
第4章、儲かる人、損する人の違い10選。ここ意外と第3章比して地面で絶対必要だし、重要度としては同と同じ。これもやっぱり勉強しないと自分で勉強しないし、モチベーションも上がらない。世の中の大多数の大人っていうのは、投資するとき損するように日本政府は洗脳するようにできています。まともな人ほど集団からはみ出して理解を得られず排斥行為を受ける。そのみんなと違う思考が株では負けないことにね、貢献してくるんです。逆にみんなに合わせることができるよとか、平均的な人間だったら損するように設計されているから注意してください。孤独を耐えて実績を上げる。再現できれば仲間と友達とか過ごしていい。意外とお金と知識、健康、自分の居場所っていうのを全て手に入れることができる。どっちかじゃない。両方選択していいんです。どっちかって誰が言った？はい、本題。厳選3つしました。僕なりの解釈ですが、真似しても本質がわからない人、投資の目的が曖昧な人、投資はギャンブルだって勘違いしている人、我慢できない人、投資手法が確立していない人、投資とはお金を増やす行為。まずは人間の本音を思い描き、人に話せるか。例えば、ハーレムになりたいとか、札束で叩きたいバシとか、人に話せなければ全然覚悟は足りてない。本気でハーレムになりたいっていう夢があるんだったら自信持って言えるでしょっていう。キモいやつと思われるのが怖いとか、友達を失うのが怖いとか、夢を語れない人は投資に向いてない。キモいと言われようが、それあなたの感想ですよね。それでいいんですよね。自分のことを大好きだったらそれでいい。そんなことで嫌う友達なんかいらない。ありのままを好きな仲間や異性が絶対いる。3つ目、損することが怖い人。リスクが怖い。この損失が怖いっていうのは、人に嫌われて怖いっていうのはまた別の分類です。誰だって怖いんです。人によって吐くこともあるし、自殺することもニュースで聞きますよね。この話で不安って何だったっけってなるくらいスッキリする経験があります。FX や起業して借金するっていうのとは異なって、株価が0円になるリスクっていうのはあるけど、性質上マイナスになるっていうことは絶対にありえない。だから僕が初任給の10万円で日産の株を買ったじゃないですか。これが0円になることはあっても、マイナスになることっていうのは絶対にないんですよ。つまり、投資した金額以上の損を被ることはない。さらに、アルゴリズムで損切りを機械に監視してもらうことで、絶対的な安心感で資産運用ができている状態。きっと、他の投資家よりも資産が確実に増える自信があり、不安、恐怖とは相反する安心や期待で運用できています。例えば、羽生結弦。本番前は雑音をシャットアウトして演技で最高のパフォーマンスが出せる自分を想像しているようです。これはイメージトレーニングで投資でも儲けている自分が想像できるかが重要なんですよね。あなたの恐れている投資の恐怖はこれからも起こらない理想を思い浮かべて成長する自分をどんどんね、楽しんで想像していこう。なんだか本要約みたいなサムネイルで 10% 自分語りになってしまってますね。YouTube の評価、ボタンどっちでもいいですし、コメントをみんながどう感じたのか、続編が聞きたいのかっていうのがわかる重要な反応なので、そういうコメントを楽しみにしております。判断を他人に任せる人。著者は YouTube でおすすめしていても、参考程度にして最後は自分の判断で決断するっていうことをね、唱えています。や YouTube で情報収集することは普通なんだけど、中にはね、うさんくさい怪しい商材とか飛びつく人間もいるらしいですね。高額な費用を払ったからといっても勝率っていうのは全然上がらないし、自分の努力がね、勝率を上げる。そう、意外と自分の努力がね、勝率を上げるんです。頑張るのがめんどくさい信用を受ける配信者に相談するっていうのも安全でしょうね。で、それと無料本で学べる投資本が出回ってるけど、2000円の出資もできないんだったら、投資なんかやめちまえと僕は10万円の失う覚悟がないからそんなことできるんだよね。この画像を見てください。怖いのはこの先何が起こるかわからないから怖いから知らないだけ。夜道が怖いのは知らないリスクがあるから。これが勉強して視界が明るくなってくると道の先が見えて空まで気持ちよく眺められる。近くに仲間がいることにも気づくでしょうね。この動画を見ている人はほとんど大人です。今までの人生自分で決めてきましたよね。この職業に就こうか？どこに住もうか？誰かと付き合おうか？投資も最後には自分の判断でリスクを覚悟して勉強して挑んでください。いよいよですね、最後にこの本に墓場まで持っていきたい銘柄10選ってあったので、自分がこう3つピックアップしていきます。20期連続増配中、還元に積極的な大企業、情報通信会社としては日本電信電話に次ぐ国内2位の規模です。定期預金よりね 100% 増えていく守りと攻めの銘柄を10銘柄紹介されています。僕のチャンネルを見てる人は自分に関係ないニュースとかバラエティ番組がお金持ちにさせない世の中の洗脳だと気づいていることでしょう。このように動画の尺をつなぐように調べたらね、わかるような
か無駄なことも僕は嫌いです。だからバグでも稼げる高配当投資っていうのは著者が業績とか成長とか調べて問題ないことなので、これらの銘柄をアルゴリズムとして公開していきます。自分が調べる必要ないですもんね。で、最近ニュースがあって、筆頭株主 KDDI トヨタ自動車が 3% の株を3900円で売却する500円の資金確保するためとかね。これが28日まで実施。僕は毎回話している株主構成でチャンネルの動きが、チャートの動きがわかること。で、今回はニュースでこれから株価下げるから買うなよみんなって言ってるので、4300円から3000円台になる動きになるでしょうね。金が拘束されるデメットからアラームを3999円に設定して、ここからアルゴリズム注文を行います。購入金額は3050円。これより安い金額でも設定してもいいんだけど、買えないと機械損失になるので、打診買いはこの値段にしといて、まず100株ね。で、さらに下げるんだったら、一時的な下げだと僕は思うから、買い増しするとか対策していきましょう。損切りラインは 9% 下落した3595円。買い増しをしたいと思うじゃないですか。僕の経験上予想外に下げた場合、市場がパニック売りする状態に至っているので、一旦離して 20% くらい下落したらいっぱい買ってもいいでしょう。そこまで落ちる場面っていうのは数年間ないですけどね。あくまで安全装置。配当利回りが 5% のリクシルの決済が悪かったらしくて暴落したんです。それでも安全装置を設置したので、これだけ下がっても利益を出すことができました。さらに下げることがあったんだったら、買い増したいですよね。トレーディングの開始の値段、つまり利益自動更新開始ラインは、配当利回り以上の 6% の利益が出た時点で勝ち確定なので、皆さんが好きな時間に投資して自分を成長させていきましょう。不安に思う時間が少ないほど幸福だよね。お金持ちは人付き合いを選ぶ分孤独なんですよね。だから無理にそこら辺の人と関係を持つと貧乏になっていきます。僕を含めいつもレジャー施設とかレストランで一人でいると寂しくなるじゃないですか。みんなも孤独を感じていると思うんです。だから僕を取り巻くコミュニティを計画しています。病院から退院できたからね、ようやくプロジェクトを再始動できるからすごく楽しみにしてる。利益確定 3.5%。この場合最高値から147円以上下落したら下げトランドになる可能性があるから、悩むくらいだったらね、利益確定して新しい銘柄に投資する方が資金効率は高く なっています。以上が KDDI の設定。残り2つはアルゴリズムだけ公表していきます。金越価格4063。紹介された銘柄。海外投資家の買いで、みんな割高に推移して、ほとんどは買えないんだけど、比較的調整局面の買い時の銘柄をピックアップしました。ベストなタイミングになれば僕は話すかもしれないし、自分で把握したいっていう時は本書を読んでみてください。この銘柄は自己資本比率が 80% の有料企業として書かれていて、この数字がどれくらいすごいかっていうと、負債借金がなくて利子を支払う必要がないから効率よく利益を確保できるっていうことです。はい、もう一つ、日本フラッシュ。全然株価にね、過熱感がなくて、今買ってもいい銘柄です。960円で僕は買おうかな。アラームの設定は950円以下で200株の買い増しを検討する。損切りラインは874円。トレーディング開始が1018円。利益確定が 3.5%、36円下落した利益確定を設定するのがいいですね。はい、最後、株の基礎を再度勉強する機会になった。僕の分析の精度向上に寄与したこの著者バクの高配当チャンネルを分析し、この人の株の領域展開がわかる。まず言いたいこと、1分で12条件確認するのは無理じゃないですか。調べるだけで5分は欲しいし、調べても自分の頭で思考を巡らせ決断することを考慮すると10分ぐらいは欲しい。一方でその売上が推移しているかっていうのを満たしたい場合、これ以上分析しないので平均して1分かもしれないし、もう一つは自己資本比率が安定しているかっていう点は僕はすごく参考になって、銀行のお金を負債とカウントされて自己資本比率が悪く見えるっていうのと、あと業界ごとに自己資本比率を覚える必要があるっていうのが僕は勉強になったな。もう一つ勉強になったのは現金の確認。お金が増えているところ、ゲームプレイでいう体力ゲージに相当して、これは解説するときにね、必要な項目だなと思うので、今後確認はしていこうと思う。僕も株を買うのには条件があります。ファンサイトを作ったら自分でセルフチェックが行えるサイトを目指します。僕を好きになってくれたファンが応援してくれてコミュニティができる。だからサイトの経営理念っていうのは僕の関係者に利益と全ての幸せを。だから初めてのクラウドファンディングは絶対に成功させたい。1月中旬にファンサイトの計画を実施するので、人間の3つの幸せ、お金、健康、自分の居場所が欲しい、欲張っていい、全部取れる。他人を助けようとか考えなくていい。まず自分が幸せになること、優しさを知っているから。他人に優しくできるよね。人間関係で人生は決まって、クズとは絶縁しろと僕は言います。
理由は僕のファンに不利益を被ることはチャンネルの経営理念に反するから。会社の経営と一緒で業績が悪かったらリストラするのが賢明な判断。リーダーは切り捨てる決断ができなければ会社自体がね、倒産して全員を解雇することになってしまうから、世界の全てをね、幸せにしたいとか、お前は神かって思っていて、僕に関わる人に限定して活動しています。だから素直な発言ができるし、人間らしい等身大の存在でしょ。クズの定義はね、人によりますね。お金や自分に真剣に向き合わず、家族も守れないような人がクズで、家族や友人を守れる強さがあって自分も鍛錬をしている、お金に関心がある人だったら、別に窃盗や暴行した犯罪者でも僕は応援します。人生は人と誰と付き合うかで人生変わる。これ大事。実践できていますか皆さん。今日もビジネスとお金について考える投資のすすめ YouTube チャンネルです。当チャンネルはパパに株の情報を教えて家賃を免除してもらっているチャンネルです。みんなもお金を増やす感覚をつかんで、大切な人を幸せにするためにどんどん強くなっていきましょう。それでは皆さん、遊びも仕事も全力で楽しんでいきましょう。実はありがとうございました。次回の動画でね、お会いしましょう。それではごきげんよう。今回はね、初めての試み、本の要約チャンネルだったので、どこまでどうすればいいかっていうのが分からずね、結局、でも2週間ね、悩んでしまいました。まあ、蛇に噛まれて病院に入院していたっていうのが主な要因でしょうけどね、また蛇に噛まれて病院に寝込んで、精神が悪化して、お風呂で吐いてしまうと、病院でね、吐いてしまうとかいうのも敵だったんですよね。ね、自分の気持ちが安定してきて、人差し指以外はね、全部動くようになったので、みんなのコメントを返信するのがすごく楽しみで、反応が、また自分のコミュニティができたらね、みんなの居場所もできるんじゃないかな。僕がどういうことができるのかな。ゲームしてずっと引きこもっていた大学生時代だったんだけど、人を巻き込んで、またその人を幸せにして、例えば僕はほら、そうですね、サイトの運営でも月額の会員費っているじゃないですか。それは感情っていうのはお金で、ありがとうっていう感謝、それが具現化したもの、これがお金と僕は思うんですよね。だからお金をもらうことは何だ悪いことはない。